はい、ゴミ箱にビーチクルーザーのハンドル落ちててでなんか曲げたらかっこよくなるんじゃないのと思ってやってみたのがきっかけです。あれなんですね、昔から割とビーチクルーザーのハンドルとか好きなんで、だからなんかできねえかなって思ってたのがきっかけかな。はい、必要か必要じゃないかで言ったら多分必要じゃないのかもしれないけどでもなんかほら面白そうじゃないですか。世の中ってめちゃくちゃいろんなハンドルがあるけどすごい可愛い形してるのになんかもうちょい進化しないんかなって思ったから、なんだろうな、かっこよくできたらすごいんじゃないかな、いいんじゃないかなって思ったのがきっかけか。必要かもなって思った理由かな。素材は、黒森ですね。黒森無電鋼だ、鉄っすね。仕上げはCP って言ってもうほんとビーチクルーザーとかでよく見るようなメッキの仕上げになってます。ハンドルクランプが 25.4 っていうサイズでグリップ入れるところか、このパイプの太さは 22.2、 幅は720って言って割と普通のマウンテンバイクハンドル、日本の人が使うマウンテンバイクハンドルとかあったら割とちょうどいいぐらいの幅になっています。アップライズは、72.5 でバックスイープって言って元にも手前に戻ってきてる角度が24ぐらいですねかな。こんな感じ。もう本当にここのライズの緩やかな曲げ、本当にこれなんだろう、そう本当に超綺麗で製品版出来上がった時ちょっと俺普通にすげえって思っちゃった。なんかいいなって思った。そうちゃんとやっぱそのビーチクルーザーのそのハンドルとかって緩やかに曲がってるんだけど、やっぱそれって表現するの誇張したらすごい多分楽なんだけど、誇張しないハンドルでその曲げって結構作りづらいんだなって作りながら思ってて、なんかそれがちゃんと表現されててよかったなって思うのがやっぱり俺すごいチャームポイントかなと思います。あとあれか、作った後に気づいたやつだけど2つの乗り心地を楽しめるみたいな、角度変えることでなんかその使い分けができるっていうのもチャームポイントかなと思います。このハンドルじゃないんだけどいつも作らせてもらうハイバーとかハイバーとかそうだったんだけど、伊藤さんがよいつも伝えてくれるんですけど、話する時に金子さんがやっぱその提案してくれる形って誇張してるからなかなかやっぱ強度試験とか合格しないこと多いんですよみたいな。だから何回もテストしなきゃいけないんですよねみたいな話してたんだけど、このハンドルはなんかもう本当に割とすんなりというかいってなんかその曲げのこの緩やかな感じとか、あと多分バックスイープアップスイープがギリギリの角度だったりとかなのかな、なんかそういうのが本当に奇跡的バランスで成り立ってて、でそれが多分割と衝撃吸収なのか分かんないけどうまく作用して強度試験割と一発でバンって合格したっていう話を聞いたのがいい話だなって思ったやつかな。作るにあたってそのビーチクルーザーのハンドルをっていう風な話をさっきしたんだけど、ビーチクルーザーっていうキーワードを掘り下げてったりしていくと、なんかそのどっかでマウンテンバイクとつながるところがあって、でなんかやっぱ僕はマウンテンバイクの文化ってすごく好きなので、そういうところとうまくフュージョンというかしないかなと思っていて、でなんかそれを表現できたなって思うのがとっても良かったなっていうポイント。たかだかハンドル一つなんだけど、なんかそういうなんだろうな、今まであった歴史とかそういう背景とかをちゃんと入れ込めたハンドルかなっていうのがあります。一番大切なのはあれかもしれないです。見た目が好きな角度で
つけてもらっちゃって大丈夫かなと思います。でも強いて言うなればというか、そのさっき前述した通り2つのポジション楽しめますよって言ってて、で、俺のこのバイクはサーリの 1x1 っていうマウンテンバイクなんですけども、これはやっぱこうアクティブに乗りたいなっていう乗り物なので、こう怒った形にしてると割と乗りやすいかなっていうので、このセッティングにします。でライザーバーとかのセッティングとかでよくあるんだけども、ここのライン、このラインとこのライズのこのラインをちょうど同じぐらい平行って言ったらいいのかにしてあげると、割とこうハンドル持ち上げやすいようなセッティングになるんで、ぜひそれ試してほしいなと思います。ただこれ前から見るともう本当に笑っちゃう、大爆笑するぐらいの形になってるから、ぜひ笑ってください。逆に割とこうゆったりポジションに乗りたいなっていう人とかは、今度ここの角度ですね、握ってるこの角度をこう地面水平ないしちょっと下げたりとか、ほんとちょっと上げたりとか、それは自分が手を置いた時にちょうどいいかもなっていう角度とかでセッティングしてあげると、いい具合にゆったりしたポジションが作れるかなと思います。なんかね、基本的にはやっぱサドルよりもちょっと上がった位置でつけるのがいいかなっていうハンドルなので、なんかいろいろ試してもらえたら、トラックバイクとかにつける人とかだったらどうしたらいいんだろうね。なんかやってみてください。もうダジャレですね。今回もあれです。720って幅あるんで、割とこうお邪魔かなと、駐輪場とか止める時もお邪魔かなと思って、ジャムバーじゃねってなったのがきっかけです。であとね、理由後付けな感じを正直に言っちゃうけど、やっぱそのジャムバーって名前ついた後に、じゃあジャムって言葉なんだと思ったら、やっぱバンドセッションとかのジャムとかがあって、でさっきのマウンテンバイクとかビーチクルーザーっていうそういう2つのキーワードがジャムしてるよねっていう風なのだったりとか、そのつけた角度とかで乗り物がまた全然変わるよっていう風なのもやっぱジャムならではなのかなっていう、なんかね、音楽とか聴いててなんかそういうのあるなと思うから、この人とこの人が加わったら同じ曲でも違う曲になるじゃんみたいなのとかがあるなと思ったから、なんかそういう意味合いです。もうつけたいと思った人がつけてください。